はい、皆さん今日はパプリカ食堂に来てます。来てます。自己紹介。はい、あずです。ビーガンになってちょうどこの8月で1年ぐらいかな。ビーガンになってっていうビーガンのことを知って、まあほんまにほとんどインスタで情報を仕入れてたから、エコジャパンとかスチルアビーガンとか、もうその人たちがいなければ今の私はいないっていうぐらいの。インスタが結構、ね、インスタで今はとりあえず、まあ、知ったら変わるや、自分が知って変わった人間やから、知ったら変わるやということで、まあ、変わる人がおるやろって思って、最初はほんまにいろんな人にめっちゃシェアしたりとか、もう自分なりの伝え方でやりまくってたけど、でもそれじゃあかんなと思って、伝わる人には伝わるかもしれへんけど、やっぱりほとんどの人がわからないっていうか、自分の伝え方が悪かったりするし。で、それで大阪でその時っていうか、2020年冬ぐらいからかな、路上活動が始まってて、で、そこにエコジャパンかなんか参加してて、行きたいってなって、で、去年の2月ぐらいに、何が2021毛皮残虐、東京のやつで、大阪も多分で、その次大阪でアニマルリベレーションマーチとスカイホーマーチがあって、で、それに参加して、そこでなんかこんなにいっぱい同じ気持ちの人たちがおるんやと思って、そこからどんどん路上活動とか参加したりとか。じゃあ2021年か。多分そうです。あれなんかもっと前な気がするけど、そうなんや。そうか。俺も多分同じくらい2020年の3月にミーガンになったから、その時会ってないよ。会ってない。大阪で、まあ、いろんなイベント主催したりとか、ひまきり路上活動をもう一人の人とアナウンスしたりとか、動物たちのことを、伝える活動で、脱搾取に向けていろいろ対話がする活動っていうのをやってますね。ありがとうございます。とりあえず食べる？はい、食べましょう。マジで待たせたから。ほんまにごめん。でも見て、こっちの方がでかい。だってダブルやった。あ、そうか。パテ追加。パテダブルとチーズも入れちゃう。食べまーす。じゃあ、ガブルってか。いけるかな？うまっ。ビーガンバーガーですよ、これが。食べたことない人、ビーガンバーガーですよ、これ。めっちゃ美味しいです。ほんまに、動物いらん。ほんまに分かれへん。ほんまに分かれへん。一回食べてみてください。それこそ私がビーガンに興味を持ち出して、ビーガニズムについていろいろ調べてた時に、初めて来たのがここのお店やって、で、ここ、パプリカ食堂って言うんですけど、ここで、なんか、ハンバーグ、チーズハンバーグみたいなのと、あと唐揚げとか、それももちろん動物の死体は一切入ってない。で、それを食べた時に、いらんやんって思って。ほんまに分かれへん。ほんまにいらん。ほんまに分かれへん。俺も最初確かパプリカ食堂ここやった、最初に。まだここに来たら。そう、最初、大阪で一番有名な場所が、このパプリカ食堂なんで、みんなここ行きますね。最初かな。あといろいろあるけどね、スカーサナとか、オプティマスカフェとか、カフェだったシスターとか、いろいろね。めっちゃ美味しい。ラブチにしちゃいました。何？ラブチ。ラブチ？ダブルチーズバーガー。ダブルチーズバーガー。なるほど。この言葉通じてないか。うまっ。一番最初のきっかけは、2020年というか COVID-19 が世界中で流行りだして、でその時やっぱり普通に会社員として世界中で働いてるんですけど、その時に、時間がちょっとできたり、ちょっとずつ休みの日が増えたりとか、みんな交代で出勤したりとかっていうのがあって、家におる時間が家におる時間が増えた。で、その時に、やっぱもともとインスタとか SNS とかみんなめっちゃ好きだったから、まずコロナについてのニュースがドワーっていろんな世界中のニュースが流れてきて、で、そこで、世界で、コロナに対していろんなニュースが流れてます。で、その先に、いろんな考えのことがあるんやっていうのが、つながったのが、まずその世界に目を向けた始まり。
その時はじゃあビーガン以外のこともいっぱいある。そう。コロナについてその時は調べた。なるほどね。そう。で、そこから、ほんま2020年の2月ぐらいかな、オーストラリアで森林火災、すっごい山火事があって、ね、そう。で、それがなんで起きてるんやろうって調べた時に、その時は気候変動や気候変動やと思ってたけど、いろいろ調べていくうちに、わざと燃やしてる。オーストラリア政府が山火事。そう、わざと燃やしてる。で、それがなんでかって言ったら、畜産の、また新しい土地を開拓するために、山を燃やして、っていうのを知って、それ知らんかった俺。それは結構後からでも知ってたんですよ。めっちゃ俺絶対地球温暖化かな。そう地球温暖化もあると、温暖化っていうか気候変動もあると思うけど、なんかそれも一つの原因って言って、でその後アマゾンが燃やされたりとか、いろいろあったから、それも全部パーム油の問題とか。マレーシアのやつとかね。そうで、やばないってなって、その時はだからほんまに環境のためにじゃあ何ができるか、自分がなんで絶対関わってないことないなって思ったから、いろいろ調べていったらお肉が原因、畜産と今の環境問題、すごい土壌汚染だったりとか水質汚染だったりとか環境問題が、大きな畜産が関係してるっていうのが分かって、じゃあお肉やめてみようかなみたいな感じ。ほんまにそれは最初のステップ。最初じゃあ環境から入ってる。そうだから全然ちょっと好き？全然いいけど。ちょっと好き？好き。そう。で、環境から入って。そう、環境から入って、でそこからまたすぐぐらい、5月ぐらいかなに、2020年5月ぐらいに、ブラックライブズメターっていう黒人の、あったね。そう、差別によって、すごいいろんな社会問題、アメリカとかで起きてる、今までも黒人奴隷があったりとかっていうのを知って、色が違うだけで殺されたりとか、なんかすごい刑が大きくなったりとか、で、やっちゃうよな、みたいな。で、そこで差別の問題に気づく。で、その時もちょっとずつなんかビーガンの情報みたいなのをチラチラ見てたら、ビーガンって何やみたいな感じになっとって。で、ビーガン、なんかそもそも何かっていうことを聞いてたから。ビーガンってそもそも何っていうのが分かってる人って少ない。ほんまに？いつもこんなこと喋ってる？いや、もう喋ってるけど、なんかずっと的外れなこと言うてるから、分かってない人が多い。こんなに言うてて。そうなの？だから何回もね、その定義というか、ビーガンそもそも何ですかって言われると、ビーガンっていうのは、ビーガニズムっていうのがまず第一の定義。で、それを実践してる人をビーガンっていうんですけど、そのビーガニズムっていうのは生きていく上で実践不可能じゃない限り、動物性のものとか、動物から搾取しない生き方、簡単に言ったら、例えば今もそうやけど、ご飯屋さんに行くときに普通の動物が入ってるご飯屋さんに行くか、こういうお店に行くか、言ったら全然選べんことないわけや。全然余裕で選べます。そう。私らって、ご飯とか、食べ物だけじゃないけど、動物実験されてるコスメとか、ファッション選ぶとき、革とか毛皮、レザーとか、パーとか、ウールとか、買うときとか、そういう、こっちは何を買おうかなって、どういうブランドで何を買おうかなって選択できるから、それを、その選択肢を動物が入ってないものを言ったら選ぶだけのことをしてる人たち。で、かつ、娯楽とかで言ったら、競馬とか、水族館、動物園とか、そういうところに、お金を払っていかないっていうのであったり、ほんまに動物たちっていろんなところでめちゃめちゃ利用されまくってるから、それを知った上で自分たちが選択、ほんまにそれを選ばんかったらからって自分たちは死ぬわけじゃないやんか。なんかめっちゃ健康的に生きてるしね、今。そう。見てもらったら。健康めっちゃ健康的な。そう。ね。そうで、なんていうか、とりあえず動物性のものが入ってるものを選ばない生き方。ただ、それだけ。なんでかって言ったら、動物性の
動物製品の裏側作られたりとか、まあ、生み出されたりとか、そういう、まあ、育て方であったり最後の殺され方であったり殺のされ方で必ず誰かがそこに苦しむ過程が入ってるから、それを選ばないっていうだけ。超シンプル。もうそう動物が関わったら選ばない。そうでもっていうか、例えばじゃあ家族に動物を迎えるときは、じゃあ私の家も犬が1人とハムスターがいる。でそのワンちゃんの方はペットショップからもう12歳ぐらいだから全く何も知らんときに迎えた家族やから、その時はほんまにペットショップから買っちゃってたけど、でも今その着てるハムちゃん、ミミって言うんですけど、めっちゃ可愛くて名前からしてそうで、そのミミは多頭飼育、もともと多頭飼育されたところから保護したと、友達がそういう活動をしてて、活動っていうかたまたまそういうことをやってて、で誰か家族を探してますっていう連絡が入ったから、あ、じゃあって言って家に送ったりして、だから多頭飼育、ほんまにハムスターってさ、めちゃめちゃ生まれるやん、赤ちゃん。めっちゃ多いね。何十匹か知らんけど、ビッグマムだ。そう、ビッグマムで。そう、ビッグマムで。で、それがもうめちゃめちゃ、しかもちっちゃい子やったらケージとかで飼われてたりすることが多いらしいんですよ。で、その時に、まあ、それよりさらに小さいお家に引っ越すみたいな、その飼ってた人たち、一緒に暮らしてた人たちがなったから、で、それはさすがにあかんよってなって、その子が引き取りますってなって、で、うちにそこから保護犬みたいな。そうそう、保護犬みたいな感じですね。そう。でもその保護犬とか、そのまあ、ペットと呼ばれるワンちゃん、猫ちゃんとか、そういう子たちも結構保護してる業者っていうか団体っていうか、そういう人たちの中でもすっごいピンキリやから、ちゃんと調べてやらないと、結局その自分が保護したのに、そのまたブリーダーと金を払ったりとか間接的にしてるしまってる可能性があるみたいで、またそれも気をつけなあかんなって言ったんですけど、マジで選択肢が広がるだけだいぶ話ずれたかもしれへんけど、確かにね、なんかみんな選択肢狭まると思いがちやけど、狭まるってそう思われがちやけど、逆に広まる。そう、だってさ、私も最初ビーガンって何食べるの？草だけ食べてると思ったし、野菜だけとか無理じゃないみたいな。美味しいもんめっちゃ好きやし、なんならお肉とか魚とかも味が嫌いでビーガンになったわけじゃないから。ああ、そう。食感とか美味しいのも分かってるし、でも植物性のものでもこんなに美味しいものがいっぱいあるんですよっていうのを知って知れて超嬉しい。こういうフードでもデザートとかでもちろんアイスクリームとかチーズケーキとかクッキーとかマフィンとかで、ほんまに何でも食べれるもんない。だからみんな我慢してるんじゃなくて選択肢が増えただけ。そうね。はい。ありがとうございます。はい。きっかけがだからその環境問題が分かって、で環境と畜産が絡まってる。でその次に黒人差別。で差別同じ人間やのに色の種類だけで、まあ言うたら差別に近い問題で差別されるっていうのはおかしいっていうことになって、でそこからビーガニズムについてどんどん勝手にインプットされていって、で最終的に多分一番最初に見たのがベイビーズスケアリーやと思う。ああ、女の人、ね、そう、5分だけのアメリカ人のそう今日 What's up? みたいな感じで始まるやつそうで5分ででも見れるってなった時に、その時しかも夜家族で焼き肉食べる日なんですよ。それを分かってて、でもこれは見なあかんわと思って見た。これは逆に今見た方がいいなと思って見て、で5分で乳製品とかその乳製品ができるまでにどういう過程が最終的にどういう風になっていくのか、お母さんとか子供とかどうなるのかっていうのがギュッとほんまに5分で詰まれた映像でわっ、その瞬間に全部つながった。全部つながる。もうサークルが頭の中にできて、ここにほんまにだからその搾取とか医療問題とかいじめとかも全部で、人権問題とかもそうやし、環境問題もちろん問題、そういうのが全部バーンって頭になって、あ、これはやばいぞってなって、でそこからもう次ビーガニズムについて、それが
ちょうど去年、2020年8月。あれ、ちょうど2年前ぐらいにその映像を見て、はい。からずっとビーガンのことについて調べてみたいな。活動し始めたのは半年ぐらいかな。早いね。もう半年で。いや、もうまっすぐやりたい。誰かに伝えるにはどうしたらいいので、こういう同調活動があるっていう。まあでもそれはずっとやってくれてた人が多かったし、はい、東京の人たちも多かったから、それからできたことでやってくれてた人たちには感謝してるし、その人たちも最強だから。東京の人も。東京。ありがとう。はい。まあ、見てから汚いミンチの感じわかる？肉でしょ。肉よ。たまにちょっとビーガンって肉嫌いやからだったんじゃないっていう人いるけど全然違う。肉嫌いだからこんな食べないの？まずそんなそれだけの理由でだって全部やめれます。やめたいっていうか、みんな食べ物として思われるとか、動物実験とかそうやる。いや、やっていいこととあかんことあるやろみたいなレベルの問題ね。それがそういうとか今も実際、毎日世界中で日本でももちろん、ずっと行われてて、しかも見えへんようにされてて、でそれってまあ言ったら隠されてることだし、なんかでもそれを作り出してるのは自分たち消費者やから、それを知った時にその前にもなんかその環境のことを調べてる時に買い物は投票っていうワードが結構聞いてたから、それをなんか頭に入ってきてたから、買い物は投票じゃあ自分がお肉とか買ったり食べたりファッションでカードとか買ったりしてたら、それがサポートっていうかその産業に応援される、そう需要と供給ってそれで成り立ってるから、そうですね、だからそれを自分でほんまに自分で分からな多分なられと、誰に何言われても自分で分かろうとする、そうだからそれが頭の中にパッと入ってきたんですけど、いや食べる必要ないんやったら別に栄養学的にも何の問題もないし、美味しさとか食感とか値段とかも全然あれやし、まあ、値段はもちろんその分いい材料を使ってたりとか普通のファストフードとかに比べたら、するかもしれへんけど、でもそれはパフォーマンス的には全然問題ないし、そうね、それに見合った、ね、それやから全然問題ないなと思うし、コレステロールゼロです。奥さんコレステロールゼロです。すごないですか？ね、ビーガンって難しくないってよくなんか聞かれるけど、実際どうですか？超イージーだそう。超イージーでごめんね。マジで殺す方がだって難しいよ。誰かに暴力する方が難しいし、関係する方が強制にする方が難しいし、それをしないだけ、それをしてない先にお金を払うだけ、全然今彼らの苦しみとかに比べたら全然超イージー。天秤にかけるとね、自分世界で考えたらめんどくさと思っても多いかもしれないけど、どっちが命と美味しさどっちが大事？一緒の美味しさとか、可愛いとかどっちが大事って言われたら命やんって私そういうマインドがある。もう全然日本ってちょっと難しいと言われてる。食べ物が手軽に買えない。何でも食べる、動物以外に探したらあんで、だからリサーチスーパーとかだけ見てたらないとこあるとこはもちろんあるし、いろんなねリサーチも増えるものいっぱいある。難しくない。苦労したことはない。ある。最初、それこそいろんな映像を見すぎて、すっごい病んだっていうか、普通の動物じゃないものとかも食べたくなった。まあ普通に精神的にしんどくなった最初は。もう食欲全体がなくなった。でもそれは最初だけ。自分がやってたことがそれにずっと関係してたから、すごいショックやった。で、それを周りに伝えるのに、またすごい最初は苦労したけど、やっぱり伝え方とか、自分の気持ち全開で言ってから、いやーみたいな。言うたら、どっちか言ったら、なんでまだ食べてるのみたいな感じで言う。なんで出てくる？なんでそれ頼むのみたいな。特に家族とかには、そんな感じやったけど、
今はその路上活動とかいろんな人の対話の方法とかアウトリーチの方法とか見てるから見たり実際に自分が実践したりしてるから、それによって自分もだんだんいろんな人への伝え方、今も SNS とかでも使うだいぶこれをこうやって言ったらこの人たちにこういう風に伝わるからじゃあこうやって言うみたいな今は考えて伝えれるようになったかなと思うからだいぶ楽になったけど、まあでも今でね最初はしんどかったな。最初はそれ映像でやんでしまった。やんではないけど、しんどーってなったマリで。しんどでも知らなっていうインプットしないっていうのがあったから。で、あと一番しんどかったのはやっぱり仲間がいないって思う。確かに。そういうコミュニティに入らない。そう。コミュニティに入った瞬間めっちゃ楽で。もうみんな思ってること一緒やから。同じマインドセット。そう。だから本当にビーガンで結構苦労するってことは、そういう人間つながりっていうのを知らない最初は多分ね、まあ家でまあそういう畜産の映像を見たりとか、ビーガンだろうってなってもそのコミュニティの存在を知らなかったら一人でとかやってるから、その中で逆にそのコミュニティを見つけたらもう全員知ってるみたいな。みんな知り合いになる。それがまた楽しいと。みんな友達。いくらあったらみんな友達。もう同じ考え方だったら本当に。でもその中でもやっぱいろんな人自分に合う人を見つけてやるのがいいかな。いい感じ。どこでもそうやし、会社でも他のコミュニティでも家族友達でも合わへんってある。そう。正直だからみんな多分食べるのを困りがちとは思ってるけど、それはいざしたらすぐ解決する問題で、多分困るのはその人間関係を作り方がわからなかったらで、やっぱりそのビーガンじゃない人と食べてたりしたらなんで分かれへんっていう感じには陥りやすいかもしれない。最初はね。最初だからまあ考え方が同じ似てる人と同じ環境に身を置くのが大事いいのかなっていう、でも他の環境っていうかそのノンビーガンの自分がじゃあまあこれを見てくれてる人たちで、これからじゃあ私もビーガンになってみようっていう、チャレンジっていうか、まあチャレンジではないけど心向き、になった人たちで、だからといってそのビーガンの人たちとずっと一緒におかなあかんってわけじゃなくて、その他のノンビーガンの人たちとの価値観とかそういうのを共有することも大事だと思ってる私は。じゃないと、そうあるかもしれない。そうし、その自分もいろんな意見を聞いてやっと今ここまでたどり着いてるけど、まあ、最初は全然周りが見えてなかったから、それこそいろんな人に信頼を任せたから、いろんな人の意見を聞きながらでも同時でするべきではないことやとは思うから、まあもちろん自分は動物利用しないし動物採集しない生活選択肢をしてるけど、だからって言ってノンビーガンの人たちと一切関われるわけではない。むしろそっちの人たちともコミュニティを持つことによってその人たちにアプローチすることもできるし、逆に向こうから聞いてくれたりとか、人脈はね結果大事。グラントラックっていうフードトラックのハンバーガー屋さんがある。私もそこでイベントとかフェスの時はたまにバンツ作ってるので、またチェックしてください。はい。バンツがもちもちです。あのバーガーは。ペロって食べる。全然なんか歌って体にこう食ってくるわけ。これも全然ペロって食べれるし美味しいけど、なんかほんまにファストフードバーガーのちょっとクオリティ高いバーガーを目指してるんだけど実際。だから値段も高くないし、金で美味しいし。最初にその伝え方が分からんくて喧嘩になったとかずっと言ってたと思うんだけど、それ最初みんな通る道ですね。絶対みんな通る。周りの人間関係がちょっと変わるプラス、ましてや親と意見が違うっていうのがなんかすごく僕は最初めっちゃ届く感と、それみんな聞いてたらそれみんな通ってる。人間関係と動物の命を比べて自分がその動物の命絶対そっちの方が大事って思ってくれてるんやったら、そんな乗り越えて自分の合った価値観に生きる方が絶対いいし、それ以上のものがあるから。そう人間関係、例えばめちゃくちゃ仲いい人とビーガンのことについて討論します、喧嘩します、それで失う、まあ確かにその時は
悔しかったり悲しかったりするかもしれないけど、でもそれ以上に得るものが大きいし、人間関係って絶対出会い系のあれもある。形でできてる縁っていうのがあるから、でもその分やっぱり新しいものが入ってくるから、それはそれかなって。人として成長ができると。別に合わないからフリーとかじゃなくて、自分が一番幸せな人間関係を作るって、方法が学べるという意味でもある。その人間性が高まる。だからって言って、わざと切ろうとせんのもいいし、合う合えへんってほんまにあるからさ。合えへんかったら別にわざわざ遊ばんでもいいって話だし。私は結構、友達とか、地元の子とか、もともと友達やった子とかでも今は全然普通に、今はっていうか、今でも全然普通に遊んだりしてる。もう全然しんどくはないし、みんなも分かってくれてるから、ちょっとずつそれでお互い、最初は結構みんなもしんどかったと思うけど、朝急にどうしたみたいな感じになっちゃった。あれ、ちょっと待って、このお財布は、アーシャって言ったんだ。それをコスメ。アーシャっていうコルクで作られたお財布。で、コルクってすっごい環境に優しいね。でもちろん動物も利用されてないし、ついこの間一緒に活動してる人がそこでたまたま店長みたいな感じで入ってたから、そこで買いました。アーシャです。中も結構入る。カードとお札と小銭入ります。おすすめです。長財布とかもあるし、あと他にレザー使ってるので、サボテンレザーとかもあった。でいろんなブランドがあって、なんかこれとはまた別にアップルレザーとか、パイナップルレザーとか、和紙とか使ってるところもあるから、お財布とか、そういうキーホルダーとか、キーケースとか、本あらず使えるっていうね。ありがとうございます。結局みんな集まるんだけど、ハロウィンパーティーと、あと、またみんなで集まる。またじゃあ、やりまして、みんなで集まって。また気をつけて。ドミニオン2018。はい。YouTube ドミニオンで。2018。リンク貼っとくんでね。それ見といてください。と、あと、デイリーズスケアリーと、アースリングスとか。ホワキン・フィニックス。アースリングスと、あと、世界で一番重要なスピーチとか。はいはい。その辺は、この YouTube を見回って動物たちの立場に立って、被害者の立場に立って見てほしいです。ただ見るだけじゃなくて。で、一番やっぱりパッて見やすいのは、5分で見れるデイリーズスケアリー。だから、とりあえずそれ見て、いろんな感情出てくると思うので、自分のその感情と向き合って、もし見れるなら、最終的にドミニオンが成長しっていうのを見てほしいで、それはなんでかって言ったら、もうそこに全部詰め込まれてるから。はい、以上です。ありがとうございます。はい。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。